兼業絵描きの沢渡です。今回は絵を続けるコツについてお話しします。新しい年が始まると少なくない人が今年こそと新しい目標を決意するものです。しかし気づけば忙しさや疲れでペンを置いたままになってしまい、また続かなかったなぁと思うことありませんか？新年決意を新たにして取り組むことは素晴らしいのですが、意思やモチベーションだけに頼っていては長続きしないことが多いものです。そこで今回はそんな悩みを解決する習慣化に関する研究で明らかになった効果的な手法を4つお伝えし、具体的にどうやって生活の中に取り入れていくかも解説していきます。先に少しだけお話しすると、絵を習慣化する最も簡単な方法、それは歯磨きと関係があります。今は意味不明かと思いますが、その理由を知ればきっとなるほどと思うはずです。今年こそ絵に挑戦したいと思っている人、毎年決意はするけど気づけば続かなくなるという人、そんな人にとってこの動画は役に立ちます。ぜひ最後までご覧ください。最初にお話ししたいことは、毎日少しずつ成長することこそが大きな成果を手にする鍵だということです。また成長は継続する大きな力になります。プロゲーマーの梅原大吾さんはこう言っています。ゲームに飽きたというのは間違いです。飽きたのは成長しない自分なんです。成長が実感できていれば飽きることはありません。これは当然絵の練習にも当てはまります。毎日少しずつ改善を積み重ねていけば、気づけば大きな成果が得られるのです。ここからはメジャーリーグでも採用されている習慣化の方法について解説します。参考にするのはジェームス・クリアー氏の著書複利で伸びる一つの習慣です。この中から特に実践しやすいポイントを紹介します。絵を続ける方法の一つ目は明確化です。つまり何をやるのかをはっきりさせることが重要だということです。多くの人はモチベーションが足りないから行動できないと思いがちです。しかし実際にはやるべきことが曖昧であることが原因の場合が多いです。例えば絵を描くとだけ決めても具体的な行動ははっきりしません。模写をするのか、クロッキーをするのか、自由に描くのか、さらにそれをいつどこでやるのか、このような迷いが行動を遅らせ、結果として何も始められなくなってしまいます。一方で朝8時に机に座り、スケッチブックを開いて人物を10分描くと決めておけばどうでしょうか。やるべきことが明確なので迷う時間はなくなります。このようにいつどこで何をするのかを明確にすることが行動を始めるハードルを下げる鍵です。ただしもっと効果的に習慣化する方法があります。それは新しい習慣を現在の習慣と組み合わせることです。例えば私は去年足を骨折し、回復後にダイエットも兼ねて筋トレを再開しました。筋肉の成長のためにはプロテインを飲むべきなのですが、プロテインの味がどうも苦手でなかなか飲むことを続けられていませんでした。そこで朝歯を磨いたらプロテインを飲むという新しい習慣を作ることにしました。歯磨きは毎日必ず行う行動なので、その後にプロテインを飲むことにつなげるのは難しくありませんでした。この方法を取り入れた結果、プロテインを飲むことが習慣化され、今ではストレスなく続けられています。皆さんにとっても毎日の歯磨きは習慣化された行動でしょう。歯磨きの後にクロッキーを5分だけ行うというように習慣を作ると、意思だけで続けようとするよりずっと続けやすくなります。他にも私はコーヒーを飲む習慣と暗記学習を組み合わせました。私は仕事で学んだことや動画で話す内容を覚えるため一問一答アプリを使っています。ただし後でやろうと思っているとつい面倒くさくなり後回しにしてしまうことがよくありました。そこでコーヒーを一口飲んだらアプリを開いて1問だけ解くという習慣を作りました。コーヒーは毎日2杯以上飲むので少しずつですが確実に暗記を進められるようになりました。この方法も今ではストレスなく続けられています。皆さんも現在行っている習慣の後に新しい習慣としたい行動を行うようにしてみてください。絵を続ける方法の2つ目は魅力的にすることです。新しい習慣を身につけるにはその行動を魅力的だと感じさせる工夫が必要です。人は魅力的だと感じることを何度でも繰り返す傾向があるからです。例えばジャンクフードがその代表例です。塩分、糖分、脂肪分といった要素が人間の本能を刺激します。その結果体に悪いと分かっていてもつい手が伸びてしまうのです。同じように刺激的なコンテンツがあふれる現代ではポルノに引き込まれることもあります。例えば私自身も気づけばファンザのエロ同人を200本以上購入していました。いやー、本能っていうのは恐ろしいですね。さて、習慣としたい行動を魅力的に感じさせるには工夫が必要です。人間が最も興奮するのは魅力的なものを手に入れた瞬間ではなく、それを手に入れられそうだと予測した瞬間だということがポイントです。この脳の特性を上手に利用すれば新しい習慣をより魅力的に感じられるようになります。それが
誘惑の抱き合わせという方法です。これは自分がしたい行動としなければならない行動をセットにするテクニックです。これによりしなければならない行動に対しても自然と魅力を感じられるようになります。例えば YouTube で動画を見たいと思ったら、その前に人物クロッキーを1体だけ描くというルールを作ったりするのです。こうすることで動画を見るという楽しみを得るために絵を描くという習慣を行いやすくなります。 SNS に夢中になりがちな人なら X を開く前にクロッキーをするのも良いでしょう。ここまで聞いて一つ目の方法と同じように思ったかもしれませんが、ここで重要なのは行動の順序です。一つ目の方法では現在の習慣の後に新しい習慣を行うという順番でしたが、ここでは新しい習慣を行った後で現在の習慣を行うことがポイントです。現在の習慣が魅力的な場合はそれを行う前に新しい習慣を入れ込んでみてください。絵を続ける方法の3つ目は簡単にすることです。新しいことを始めるときはとにかく小さく始めることが大事です。多くの人が失敗してしまう原因の一つは最初から完璧を目指そうとしてしまうこと、時間をたっぷり確保してからやろうと考えたり、一気に成果を出そうと焦ったりすることで行動のハードルが高くなります。その結果、始めることすらできなくなるのです。そこで重要なのが簡単にすることです。行動のハードルを下げることで継続しやすくなる環境を作るのです。また、新しい習慣を身につける際にどのくらいの日数で習慣化できるだろうと気になることがあります。しかし、習慣化に必要な日数は行動する頻度によって大きく変わります。例えば1週間に1回しか行わない行動と毎日行う行動では習慣化のスピードは全く違います。そのため習慣化にかかる日数を気にするよりも行動そのものを続けることに集中することが重要です。未来のことを考えるより今この瞬間にできることに目を向けるべきです。それではどのくらいハードルを下げればよいのかというと、最初に2分以内でできる行動を設定しましょう。例えばイラストの練習を始めたい場合、2分間だけクロッキーをするというようにします。2分という短い時間なら忙しい日でもこれくらいならできると思いやすくなります。このルールの目的はとりあえず始めることにあります。一度始めてしまえばそのまま続けられることも多いからです。重要なのは2分という数字ではなく、これならできると感じられるほど小さく設定することです。最初から大きな目標を立てると挫折しやすくなりますが、小さな目標なら達成感を得やすく続けやすくなります。新しい習慣を簡単に始められると小さな成功体験が積み重なります。その成功体験が自信につながり、さらに行動を続けようと思えるようになります。例えば毎日2分間だけクロッキーを続けているうちに、今日はもう少し書いてみようと思える日が増えてきます。その結果、自然と行動の量や質が向上していきます。完璧を求めず小さく始めることが結果的には大きな成果につながります。これならできると思える行動を設定して、まずは一歩踏み出してみましょう。この小さな一歩が未来の大きな変化につながります。絵を続ける方法の4つ目は満足感を得ることです。行動を続けるためにはその行動に対して満足感を得られるように工夫することが重要です。人は満足感を得られた経験を繰り返したくなるものだからです。特に新しい習慣を身につける初期段階では小さな満足感を積み重ねることが次の行動への原動力になります。満足感は人間の脳にこれを続ければいいことがあると信じさせる効果があります。ただし満足感はすぐに得られるものほど効果が高いです。例えばすぐに報酬が得られるゲームやジャンクフードが何度も繰り返されるのはその典型です。逆に長期的には健康にいいと分かっている野菜を食べることなどは報酬が得られるのが遠い未来に感じられて続きにくいのです。この特性を生かして自分の行動にも満足感を持たせることで習慣化を加速できます。具体的方法として行動を記録することで自分の努力を目に見える形にします。例えばカレンダーにチェックをつけたりアプリで記録を管理したりします。行動を記録することでこんなに続けられているという達成感が得られます。自分の努力が目に見える記録に残っていると、もう少し続けてみようというモチベーションにもつながります。手帳などを使ってぜひ行動の記録をつけてみてください。最後に私がどうしてもお伝えしたいことがあります。それはとにかく小さく始めて継続することが何よりも重要だということです。これは私自身がかつて絵描きが集まるディスコードサーバーに参加していた時に実感したことです。そのサーバーではある時クロッキーが流行しました。最初は10人以上のメンバーが毎日クロッキーを投稿していました。みんなで一緒に頑張ろうと声を掛け合いながら互いの絵を見て刺激を受けたりアドバイスし合ったりしてとても活気がありました。しかし時間が経つにつれて次第に投稿する人は減っていきました。
気づけば100日経過した時点で毎日クロッキーを続けていたのは私ともう一人だけでした。そのサーバには美大生やプロイラストレーターも参加していましたが、多くの人が1週間もしないうちに飽きてしまいやめていったのです。続けられるかどうかは絵が上手いか下手かではありませんでした。私自身この経験から続けることの難しさを痛感しました。最初はみんなでやろうと声を掛け合っていたのに、それでもほとんどの人が途中でやめてしまう。このように他の人と一緒に頑張る環境でも続けることは難しいのです。ましてや自分一人で始める場合はもっと困難に感じるでしょう。この経験を通して学んだのは、人間のやることは長続きしないものだということです。今日こそ頑張るぞという気持ちは素晴らしいですが、モチベーションは日によって上下します。そのためやる気だけでは習慣を続けることは難しいのです。だからこそ今回ご紹介したテクニックを活用してほしいのです。目標をはっきり決めたり、習慣を既存の行動に結びつけたり、行動のハードルを下げたり、小さな満足感を得られる仕組みを作ること。これらの方法を取り入れれば、意思ややる気だけに頼らずに習慣を続けることができるはずです。今年絵を描き続ける習慣を身につけたいと決意した方は、ぜひ今回紹介したテクニックを使ってみてください。最初は小さなことからで構いません。1日1分でもいいので、ペンを持って絵を描く習慣を始めてみましょう。続けることで必ず1年前の自分とは違う姿になります。そしてその成長を実感できた時、きっと今以上に絵を描くのが楽しくなっているはずです。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。